枚方に古代都市。しかもこれブラ高し。百済寺跡ってすごい、大阪府では大阪城のここしかない百済大師という小西市。触ってもいいですか？触っていいですか？ 1300年。はい。はい。柱がここに座ってたんですね。あ、そう、そうなんです。この辺り町があった。あんだけじゃなくて、百済大師もその周りに住んでたんです。町の跡がね、分かる場所がありますので、そちらへこれからちょっと向かってみたいと思います。実はですね、市長、百済大師の町って今もう30年ぐらい調査してくれてて、ただね、なんか、お宅があったとかこういう護岸の目みたいな、奈良の都みたいな、そういう町やったんちゃうかっていうことが言われてるんですよ。で、それの名残がですね、一応、こう、こういうふうに何本かつけるんですけど、これがその地割りを踏襲してる可能性が、この道が。はい。で、今の建物も、基本的にはそのお寺で出ない地割りのこういう基礎を踏襲してるんです。だから基本的にはこの地割りで、まっすぐですもんね。で、こうして建物に立つので、だから奈良時代からずっと変わってない可能性が、こちらになります。はい。慶光学園。そうなんですよ。慶光学園上昇慶光学園。ここんにちは。んにちは。さっきの町のね、跡が残ってますので、それをあれだね、残していただいてる。そうなんですね、その後をね、残して残させていただいて、で、またちょっとパネルにもして、はい、皆さんおいでいただいた方にご紹介できるように、この金谷の土地がどれだけ歴史のある土地かいうのを、ぜひ伝えていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いし私も初めて。そう、どんなんかがちょっと。はい、いやもう今楽しみで。よろしくお願いします。何か普通の教室と違うところってありませんかね？ホワイトボードがこっちにある。これなんですか？床になんかありますね。丸とこれまたあれですか？丸があるっていうのは何か？はい、意味があるんですね。柱とか。そうなんかこれあるかな？一直線になってますね。あそこにもあります。で、折り返してあそこにも。角上がってますね。よくよく見ると、なんか壁際にも。あ、本当や。そうですね。ここにも何かありますよ。これは違いますね。違うんです。ありますね。ありますね。何かありますね。これね、これサングラスあるとよく見えない。茶色ですね。浮き出てるね。これ実は実際にこの位置で遺跡発掘したら、出てきた柱の跡を床にこう明示してデザインをしてくれた跡なんです。で、昔の柱の跡ってこう四角でですね、でさっき言われたように真ん中の丸が柱が座ってた跡で、その外側の四角がその柱をするために掘り方言うんですけど、穴になってて、基本的に昔の建物って掘ったて柱言うてこういう建物で、一本一本の柱を地中に7、80センチ根入れして建てますので、それを入れた穴の跡なんですね。だから遺跡からするともう建物は全部なくなってしまうので、切断されたり、もうなんか抜かれたり、抜き取られたりして、こういう形で遺跡で柱の跡が見つかっている。で、その状態のままを教室の床に残されている。なるほど。で、よくよく見るとこれもちょっとなんか伸びてますよね。これが柱上に伸びてるようなことを壁でこう表現してますんで、だから今こう真四角にこう囲われているこの柱の中の空間が昔の奈良時代の建物の部屋の中になるんです。昔の建物と今の壁の位置がちょうど同じ位置に来てるっていうのは、やっぱりその地割りがずっと踏襲されている結果っていうのがあるんですけど、なんか偶然なのか、何かあるのかな、自然なのかっていう。
だから方位も変わってないんですよ。ずっと奈良時代。だからこれも今パーテーションがあってこう部屋。これですけどパーテーションについて。そうだね。ちょうどパーテーションの位置がまたここの柱の位置なんです。こんな偶然。これせやけどここに座る生徒さんこれ全くこの柱の上に座っちゃって座っちゃって。校長先生すごいですねこれ。面白いですね。この席座りたいな。当時の人と同じ色の人そうですね。俺柱みたいな。柱みたいな。俺が柱、俺も柱みたいな。これせやけどまた真ん中じゃないっていうのがまた。そうなんですよ。ねこれね一応やる設計するときに柱をまずメインに通すんですけど、柱筋が通ってるんですけど、彫り方は最終微調整なんです。この柱の四角の中でこう上で合わせますね、梁とか全体で。そうなるとどうしても真ん中に来ないもの出てくるんですけども、基本的には柱がまっすぐ通ってたらいいということなので、大体真ん中に来てない方が多いです。あれなんてものすごい柱。あれもうちょっと言ってたら掘らなあかんもん。もう少し掘らなあかん。はみ出れるんちゃう。はみ出る。ギリギギリ。リギリ。掘った人怒られるんですね。お前ここやぞ言われた人、お前ちょっとなんかそんな声聞こえてくるような。音楽の授業を受けながら意識してしまいそうな。なんかね。で一応学校俺もちょっと柱の上来た。形がちょっといびつになってます。これ一応当時の柱もこうちょっと歪んでるじゃないけど、同じ形でなるべく表現してもらってる。でこれ一つ一つ見ると分かるんですけど、こうタイルが40センチかそれぐらいの角でこう切り取れば簡単にこうやって床張れるんですけど、これをまたここのためだけにこう切り出してこのデザインだけこのデザインだけをこう切ってのこう切ってのっていうので、すごい。僕何回かここ確認作業してるんですけど、もう当時の職人さんたちがもう悩んで井戸さんこれどこまで厳密にすんのでもういやもうこれぐらいで大丈夫だと思いますよ通ってんちゃいますとか言って、ですごいみんななんか時間かけて手間暇かけてでビタッシこう作ってるような、だから結構学校さんがねそういう形でこう残したいという思いがすごい伝わるものでもあるんですけど、これ建てられる業者さんもね、だんだんちょっと気持ちが変わってきました。なんかいいもの何かなんかすごい僕そこまでもうこだわらないけどみたいなぐらいいやもうこれは絶対にこうすんねんっていうすごいそういうなんかやっぱ文化財ってそうやって人を変えていく力じゃないけど自分たちのものやみたいなね、それがすごい僕はこれやってて勉強になりましたね。なんか他じゃほとんどないのでこういう生徒さんにも乗り移ってるんじゃないですか。前にいっぱい柱がね。そうですね。音符じゃないっすね。ちなみにあそこにもなんか気づかれました。何かね、あそこにね、気になりましたね、入るときに。ね。ね、はい、あちらにも実はね、こんな普通、あれですよ、ゴミ箱が微妙な。ゴミ箱が置いてありますけれども、そんな輪っかないですよね。実はこれは奈良時代の井戸の跡をこう丸く残してくれた跡なんですよ。だから実際の位置になるので、これぐらいの大きさなんですよ、昔の井戸って。結構大きいですね。そうですね。で、素彫りなんですよ。なんかこう石で組んだとかなく、ここの地盤はかなり硬いので、もう素彫りでね、これまた深い5メーターぐらい掘って地下水を掘り当てて生活用水に当ててたという。ちょっとこう入らせます。いいいいですよ。中に当時の井戸です。どうですか。1300年前。感じますか。特に感じない。これね、実際本当にここの深さっていうか、ここの深さから大体1メーターぐらいが奈良時代の地面なんですよ。高さ的に。で、そこから5メーターぐらい深さ掘り下げたんですけど、ちょっと安全に気をつけながらこう下げていったんですけど、僕最後下でもう諦めきれなくて5メーターで掘りきれなかったんですよ。で、最後下に一生懸命掘ったんですけど、もう掘りきれなかったです。それぐらい深い。もっと深い井戸。さっき台地の上で人が生活しにくいっていう話をしたんですけども、実際生活をすることができたとか町とかお寺を築けることができたのは、こういう深い井戸を掘って下にちゃんと生活用水があるということ
札幌市だと知ってたなるほなんです。そのおかげで、ど。まあ、町が作れたあことをよく示してますので、だからこれも枚方特有のうん。大事な文化財。なるほど。そしたらこの井戸も、はいあっちこっちにあ、そうです。あったんですよね。だから基本的にはそういう技術持ってたと思うんですけど、地下の水脈いうんですかね。は流れてる水脈をちゃんと理解してい。、あでそれをちゃんと一つの邸宅に一つの井戸をちゃんと設けてような形で遺跡からは出てきてますんで、だからこういう形でそれを大事なもんやからということで学校が残してる。ちょっとこれも、これもね、実はマンホール跡。違うんですよ。これは違うんですけど、なんかその先に向こうもありますよね。そうなんです。これも実際見つかった柱の中で、ちょっとここはね、1個しか見つからなかったので、並びがこうあるわけじゃないんですけど、はい結構大きい、さっきより大きい。大きいですね。はい、柱の大きさは同じぐらいなんですけども、大きい柱の跡になります。これもそうかな。ちょっと斜めに立って入って何でも見えてきます。もうね、本当にね、何でも遺跡に見えてくる。何でも遺跡に見えてきます。慶光学園の中で、はい一応発掘調査をね、はい。結構いっぱいさせてもらってるんですよ。すごいわ、だけど、この写真見たら。発掘調査をしてる風景なんですけど、2回大きく発掘調査しまして、地下に眠る古代遺跡ということでわかっこいい。ちょっと出てきましたちょっとマチュピチュに見えてるよ。すごい。でこれ、なんかね慶光学園の屋上から写真撮らせてもらったんですけど、そしたらもう僕死ぬ、これをあみんな信頼してあ、みんなを信頼して、僕はもうこれを覗くだけで、奥にはこのね、すごいゆかりがある桓武天皇が遷都した平安京とかが奥にやっぱ望まれるような、こういう地形の中に枚方の遺跡は今あるんですけど、なるほこれまでじゃあどういう調査でっていう分かったことを書かせていただいてるんですけど、金谷町遺跡ってそもそも今はですね、これが金谷町遺跡の地図なんですけど、このぐるっとちょっとはみ出てるんですけど、はいこれが金谷町遺跡の範囲を法律的にこういうふうな範囲で示していて、これあれですもんはね。百済寺跡がこの大きさやけど、そうもっと大きい相当大きな大きいです。そうですね。古代都市やね。今のワード、古代。古代都市やね。でね、そもそも初めて見つかったのは1980年代半ば頃なんですけど、保健センターで場所での発掘調査がきっかけ、第一次調査ということで、その時に奈良時代の建物見つかってるなってだけじゃなくて、井戸からね、こういう立派な壺が出てきたんです。これ山菜言いました唐山菜いうて中国のね焼き物でそういう高級品があるんですけど、それを日本版にアレンジして作った高級品なんですけど、これ正倉院の宝物に同じものがあるんですよ。で類例でいうともう本当に全国で限られてるとこしか出ない超高級品が保健センターで。でこれは大事やということで、やっぱり百済大市の町が広がってるんじゃないかっていうことがこの時に初めて言われて、まだその時は遺跡こんなに広がってないので、それは何年ぐらい1986年ぐらいだったと思います。 86年。はい、そのぐらいに調査が始まって、そこから遺跡に指定して百済寺の北側を指定して、で建物で壊れるたびにこう調査を積み重ねてきたのをこう黄色いところで示したんですよ。で建物がいっぱい見つかっていって、広範囲で同じ時期ぐらいに。で百済大市の町ってもっと広いんだなと。でさらにはその先ほどね百済寺で言わせていただいたんですけど、その先に道路みたいなものが出てきました。でそれに直行するような高架道路が出てきて、でそれの続きとかも確認されて、である程度のピッチで行けば南北道路が出てきてということで、ただの居住域じゃなくて結構整然と奈良みたいな5番止めみたいな町割りがあったんじゃないかっていうのが最近調査をね積み重ねていくことで徐々に分かってきていることなんです。当時まだね5番止めっていうのが奈良の平城京ですとか、あと国国の
とか、あと伊勢っていうかね、伊勢神宮の近くに西宮っていう施設があるんですよ。あと多賀城っていう国の施設でしか普通用いられないようにこう町の整備なんです。だからこれ作ろうと思ったらだいぶ測量の技術もいりますし、お金もかかりますし。だからさっき百済寺の崖1メーターへつってって話があったんですけど、多分それは百済寺だけだったらちょっとこうずらすこと可能やったんですけど、多分全体の町割りの中で百済寺も位置づけられてるので、きっと単独でやってないような都市計画みたいなものがあったと考えてまして、まあ、それがちょっとずつこういうふうに調査を積み重ねたことで分かってきてる。やっと全貌がなんとなく見えてきました。長かったですね。単純にちょっと一つ一つこう邸宅の跡とかこう各地残ってるんですけど、まあ、さっき言ったみたいにここの学校は今ここになるんですけどね、まあその区画の溝出て多分こういう外側の、まあ、このエリアぐらいの邸宅跡じゃないかみたいなことは、まあ、言えるようになってきましたし、で特によくこの遺跡の北側でだいぶ発見が最初からあったので、そこではね結構井戸の中からこの木簡油ね、なんか木の札にこう文字書いて、昔はそうやって文書のやり取りをするんですよ、行政律令国家のやり取りで。そういうものって普通の遺跡では出ないんですよ。でそういったものをやっぱり百済大師ならではのやっぱり要素がこう詰まっている、まあ、古代の、まあ、都市、実際に次はここの町の中に今残っている道路であるとか建物の跡みたいなものを次は見に行きたいと思います。そうですか。もう住宅地の中に入ってきました。普通の住宅街ですよね。そうですね、よくある感じ。この中に公園がねありまして、何かこの公園ちょっとこれあれですよね。さっき見た風景と同じですよね。さっきなんか見ましたよね。はい、これが実は邸宅の跡、金谷本町遺跡の百済大師の邸宅の跡を残してもらった。これ靴脱がんでいいですか。これです。これなんかね。ちなみにこれはあんまり関係ない。関係入り口が多分側溝の。そうです。なんかここに門があって、ほんでここに塀があったんかな。ただね、ちょっと着眼点すごくいいんですけど、これが実はね、古代の道の跡を示している。この図で言いますと、一応今ここに一応大きいこういう区画メイン道路っていうのは外にあるんですけど、その中をまあ宅地を2分割したり4分割したりとかするので、その地割りの道みたいなのを使ってました。これがここにあったということで、それを残してもらってるあって、これがさっき建物、さっきと同じで建物、椅子じゃなくちょっと気づかれるかもしれないんですけど、さっき見た建物と比べてどうですか、広さが。なんか正方形に近いの。そうですね。結構建物でも古代の建物としたらだいぶ大きい建物なんですけど、これも同じぐらい、もう匹敵するぐらいの多分正殿っていうか南に向いててみたいな。で一応ひさしって考えられるものが南についてて、でこれが今もやです。まだ最後ね、これ気になるんです。はい、これ実はね、はい、その通りなんですよ。これなんかの井戸ですか。井戸です。柱にしては大きすぎるしね。そうですね。ちょっと宅地の中でも変遷っていうのがあって、まあもともと最初ここに建物建ってなかったけど、最初は井戸があって違うところに建物が建ってて、で宅地の変遷っていうんですか、代替わりとかにある変遷があるんですけど、その時に井戸を埋めてこの建物を建てたっていうふうに一応考えられて、ちょっと前後関係。家の中に井戸があるわけじゃない。そういうお家かな。さっき百済寺からはもう1キロまで行かないんですけど、800メートル900メートル離れた位置にもう来てるんですけど、まあそこでもこう同じ方向を向いて、その町割りに沿ったこういう建物、これ実際に出てきて、さっき言った東西道路っていうのはこう建物の奥で見つかったような形になるんですけど、で実際見つかった井戸っていうのはこれになります。で井戸の中から出てきたこういうふうに使ってたね器とかが捨てられた状態でこうやって井戸の中で出てくるんですけど、1枚足りないやつです。足りないやつです。でもそれに文字がねこういうふうに書いてあっていっぱい、少ない家で象形とかいうふうに書くんですけど、こういうふうに文字が書かれてるやつがあるので、発掘して出てきてこんだけ字がまだ残ってるってすごいですね。すごいですよ。はい。もうすごいかすれてるものもあれば、こういうふうに残りのいいものがあるんです。はっきりわかります。そうですね。で環境にもよるんですね。埋まってた環境。
で多分井戸の中で結構水分含んだ中で環境が良ければ、本当にリアルな残り方をして、ただ酸性強い土だったらもうボロボロになったりしますし、だから井戸の中だったらこの土器以外にね、水気が多いんで、木製品とかこういう木管が残りやすいんですよ。だから他のところに捨ててたらあんまり残らないのですけれども、井戸の中って結構宝物がいっぱい詰まってる。ちょっとね、団地とまた敷地の境になってるので、あれです。なんかここにもなんかやってますね。これを見ていただくと、今この位置になってて、この団地建て替える前なんでこう発掘調査中の風景になってますけど、さっきくだらであった公園、で慶光学園あって、ちょうどこうあれそうです。まっすぐ来てまでそこでまず南北方向の道路を見つかって、でそれに直行する東西方向の道路を見つかって、町割りあるんちゃうかって言われた調査がこの時に。そうか、なるほど。ちなみに点ってあ、本当ですね。点線になってこれはやっぱり井戸さんの思いを。僕はまだ大学生ぐらいだったんですけど。あ、そう。これまだ就職は入職してないんですけど、ここからもうまっすぐ行ったところがくだらでになりますので、ちょうど今この地図でいうとこういう交差してるところの真ん中にある。でその先にはくだらでこの先に見えるまっすぐ行くはずです。貴重な思い浮かべてみましょ思い浮かべてみました。くだら寺が張ってたら見えるのか。こんな感じで見えてきます。こんな感じ。う。ああ、そうですね。そうやね。塔がね。日本交差点でちょっと坂の上にね、丘の上がこのぐらいにちょっ上の方に見えてきてますね。ここから当時の人そんな景色を見てたかもしれない。そうなんです。で、もう見えてたと思うんです。そうやね。建物のちょっとここ何もないんはい、ですよね。あっちもね、平屋じゃないけど、はい昔の建物がそうなんで、くだらが見えてたし、多分こちら側も淀川に開けてたという位置関係なんですね。若干くだら寺やっぱ高いので、かなりこことの標高差が5メーターぐらいあるのかな。結構だから相当高いところに見えてたと思います。くだら寺だったらくだら寺やっぱり単独でなんか特別史跡、くだら大師のお寺みたいなイメージでどうしても持つんですけど、その北側にはこれだけの遺跡が調査されてて眠ってて一体の文化財なんです。だから特にこれだけが特別責任だと。ただこっちは特別責任にして開発止めなきゃいけないので、遺跡という形で措置させてもらってますから。だからこれだけ広い範囲に皆さん住まれてる下に大切な文化財があるよということをなんか知ってもらえたら。なるほど。はい。くだら寺とこの金谷本町遺跡。はい。期待です。期待です。これがまさに古代都市。古代都市。はい。なるほ僕就職したきっかけがこう市民病院建て替えの時に、金谷本町遺跡調査することで、でそれを面接の時に言われて、急遽心変わりして枚方市に入ったんですよ。金谷本町遺跡を広い範囲で調査すると、百済大師やる。でもなんで百済大師の町にこう当時の後継地割という国の施設にしかないようなものが作られたのかっていうのはなんか謎というか重大な謎が隠されているような気がしてですね。でそれが結構なんか桓武天皇が各地で多賀城とかいろいろ整理するときに後継地割で整備していくんですよ。なんか桓武天皇と百済大師とかなり深い関わりで中宮の土地に来てるような気がしてたんですよ。でそこを解明。それはもう学生時代の時にそれをそうです思ってたんです。そうです。でそれは一古代史の一つの謎みたいなところだったんですけど、でそれが発掘調査をまた大規模にやるというこれはいかな、もう死なれへん死なれへんかもしれんって思って自分で調査取り組んで、で今もちょっと継続して調査をしてるんです。でまだちょっとね町今こう分かってきて、本来ね出るべきところで出なかったりとかして、まだまだ町の実態っていうのは解明中なんですよ。だから平城京のミニチュア版なのかとか、平安京のミニチュア版で作ろうとしたのか、でそこに何の意図があったのかみたいなことが多分先ほどね慶光学園のパネルで見た時に、激動の時代、桓武天皇が平城京から山城へ、大きく時代を転換させていって、その後長らく
平安京が日本の首都になっていく。そういう形作る段階で、やはりなんかこう、百済大師が、どこかですごく大きく絡んでいることを示してるんじゃないかなというふうに思ってて、それをまだまだこれから調査することによって、明らかにしていくことができるような、まあ、遺跡の魅力を秘めてるんです。だからまだ伸びしろ。まだまだあるわけですね。まだまだ伸びしろがあります。だからここを調査することが、まあ、単純に、まずは地元の人にとってもすごい大事な文化財あってっていうことなんですけど、まあ、古代史の一つの謎をこう切り込んでいく材料にもなるようなぐらいすごいグレードの高い話になってきますので、ぜひそういうものが自分たちの町にあるということをね、持って、で、さらにね、町割りが踏襲されてきてますから、で、自分たちのことを考えて、また未来にね、どういうここの町づくりを考えるかみたいなことにつながっていけばいいかなっていうふうに私たちは思っている。最初はね、この百済寺跡から始まって、こことここのこのつながりいうのからはい、結構始まって、そうです。それでいろいろあるんですよね、そう広がっていってで、さらに仮説を立てたらまたここじゃないかっていう検証が次始まっていってっていう。それでどんどんあれですよね。やっぱりそう、やっぱりそうやとか、ちゃうかと考えてたことがちゃうと。で、今はそれの始まったばっかりみたいな段階にはまだ始まったばっかり。町割りが。伸びしろがある。です。30年、だから発掘ってそういうとこありましたね。最初掘った時に何の溝が出てんのかなってよう分からへんなって。でも30年後になった時に、これ町割りのここやんか。それがやっぱり一つ一つ発掘調査をなんかね、努力してコツコツ積み重ねなきゃいけない理由になるんですよ。それが積み重なると大きいことにつながっていきますので、だからまた10年、20年、ここからずっと続けていけば、まだまだちょっとわからないことが多いので、やっていかなければならないことなのかなと。何か古代都市のこのなんかパズルがバラバラになったってね、どこにあるかわからないけど、その一つ一つがこう見つかっていってそうです。ね、そうです。これが100年200年経ったらパズルが出来上がるかもしれないですね。そうです。京都大に本当に日本史っていうかね、の中でどういう意味があったのかな。やっぱそんだけすごい土地に住んでるよと、住んでる人が覚えてもらえるように遺跡になれば。で、先ほどの話と一緒でね、そうやって地元の方がやっぱ積極的に守っていってもらいたい文化財です。これは面白かったですとね。っても面白かったです。今日のやはりテーマは古代都市と井戸と井戸。ね、たくさん出てきましたね、井戸。このね、古代都市と井戸の素晴らしさを今日は楽しませていただきまして、ぜひとも市民のね皆さんにもそれだけの歴史のロマンね、いろいろ想像することが多分井戸さんと話してたらまだまだね、あと2、3日どころか1週間ぐらい話聞けそうなすごい楽しいお話が聞けて、私もですね勉強になりましたし、すごく楽しむことができました。市民の皆さんもぜひともですね、この枚方市の街を歩いていただいて、この古代ロマンをですね感じていただければというふうに思っています。